どうもこんにちは、ズーマでございます。今回の動画は毎度おなじみ和俊丸さんから相模湾のライトビシアジ船でございます。このビシアジの釣りで泳がせをすれば、和俊丸さんの泳がせ系の釣りは全て網羅したのではないかと思います。そして今回このライトビシアジ船をなぜ最後に持ってきたのか、この件についても最初説明しますので、注意事項も含めてご覧になっていただければと思います。まずはですね、ライトビシアジ船予約の経緯から話したいと思います。実はですね、この日の4日前かな、ライトビシアジ船予約しております。その時にですね、予約の人数がですね、1名だったので、出船が中止となりました。なんだよ、結局少人数だと出船してもらえないこともあるのかというふうに思ったそこのあなた、理由はちょっと違います。ライトビシアジ船、つまりビシアジ船の時はですね、船がアジの群れをこう探すじゃないですか。アジの群れを見つけて仕掛けを90メートルぐらいまで、落とすんですね。その時にみんなでコマセを巻くんですけれども、乗船人数が1人で、1人がコマセを下で巻いてアジがかかったとしても、仕掛けを船の上に上げて、次また仕掛けを下ろしてアジを釣ろうとした時に、群れがもう船の下から離れてしまってるんですよね。つまり乗船人数1名だとアジの群れを止めておくことができないし、せめて仕掛けを交互に下ろしていけるような人数構成でいないと、この釣りは成り立たないという風なことになります。あとはお客様が一方的な神様というわけではないので、船側だけが損するような楽しみ方っていうのは、その場合良くても後が続かないので、出船中止は妥当だと思いました。はい、そして船が出港しました。本日の人数はですね、5名となっております。実はですね、今回ですね、私が予約するときに先に2名の方が予約してたんですね。なので、私がこれで予約すれば3人になって、出船が確定するだろうということで予約をしました。その後ですね、なんと2名さらに追加の予約がありまして、このビシアジの多分上限が18名からスタートしてるんですよね。それが13名になってたんですよ。なので5人乗ることは分かっていたんです。このビシアジの泳がせに関しては癖がありまして、四隅でしか泳がせをすることができないんですね。なので5名いたら1人は泳がせができないわけですよ。今回ですね、私ライトヒラメのタックルも全部準備して、もし真ん中胴の間になっちゃうようだったら、もうライトヒラメにでも行こうかななんて思って準備してきたんですけれども、くじ引きでいい席が取れたのと、あとなんと私以外誰も泳がせやらないということでですね、深読みしすぎました。で、先ほども話したんですけれども、泳がせについては四隅でしかやることができないんですね。で、これはなんでかっていうと、当然お祭りをするからです。四隅だけじゃなくて真ん中でも広かったらやればいいじゃんっていう風に思う方いらっしゃると思うんですけれども、あくまでこれはライトビシアジ船なんですよ。なのでアジがメインなんです。アジを釣りに来てるんですね。泳がせはもうついでのついでのついでぐらいのイメージで考えていただければわかると思うんですけれども、船長にやっていいですかっていう風に聞いて、かつ周りの人に迷惑がかからない。もしこの後ですね、自分の泳がせのせいで周りの鮭をごちゃごちゃにするようなことがあったら、もう直ちにやめなきゃいけないわけですよ。なので船側も推奨はしてないんですね。あくまで同じ乗船料金を払ってるにもかかわらず、限定的にやらせてもらう釣りということで、そういったですね、目線気持ちでやらせてもらうっていうのが大切だと思います。なのでこの日の釣果もですね、私はでっかい魚釣ってるんですけれども、釣果欄の一番下の方にですね、その大きい魚が乗るんですね。それぐらい船では基本的には推奨してないこのビシアジ船の泳がせ、どうしてもやりたいっていう人がいるんでしたら、なるべく予約の少ない平日を狙うか、周りの人がいいよ、船長もいいよって言ってるような状況だったらいいのかなと思います。何度も言いますけれども、ビシアジ船はあくまでアジが主体なので、泳がせをやっていても必ずコマセは巻き続けなきゃいけないんですね。動画の後半にもですね、そういった考え方、精神に基づいたですね、場面が映っておりますので、そういうのも参考にしていただければと思います。それでは話が長くなってしまいましたが、ここからですね、ライトビシアジ船アジ釣りに行きたいと思います。はい、じゃあやってみましょう。水深ね、95メーターですね。95メーター。下からね、4、5メーターですね。下から4、5メーター。コマセね、どんどんやり替えてみてください。
今回のですね、タックル構成も概要欄にしっかり載せておきます。皆さんがですね、釣り道具屋に行ってですね、あの動画の仕掛け何だったかなっていう風に、概要欄を見た時にですね、パッとそれと同じもの、似たようなものが買えるようにですね、そういう対策をとっておりますので、ぜひ参考にしていただければと思います。今回私が使っているロッドなんですけれども、これはですね、泳がせもこのビシアジの竿も両方ともですね、全く同じ竿です。天野釣り具のインフィニティグロリアエボ73の210という型のロッドを使っております。これですね、73の180というちょっと全長が短くなっているスタンディングモデルが存在するんですけれども、私はですね、この210という長めの方を1種類だけを強くお勧めしてます。これはですね、理由がありまして、全長が長い分ですね、置き竿にした時にストロークが長いから、船の揺れやうねりをですね、吸収しながら仕掛けを上手に漂わせる置き竿ができる。ね、拾ったんだけれどね、今ちょっと消えちゃってるからコマ線巻いてね、どんどんやり替えてください。船下入れるようにね。さらにですね、見てもらえばわかると思うんですけど、バットがすごい細いんですよ。なので軽量であり73調子なので、スタンディングでこう脇に背負って持った時も軽くてシャープな動きをしてくれるんですね。でこの竿はですね、私が1万円ぐらいの竿から20万円の竿までいろんなメーカーのやつ全部触って確かめて、これが最高だなって思って、使ってる竿なんですけれども、特別ですね、天野釣り具からですねなんかもらってるわけじゃないんですけれども、これをですねすごく、推奨します。特にですね、相模湾の鬼笠子南沖の赤イカ、相模湾の夜黒ムツとかですね、全ての釣りで私これ竿頭、今のところ全部取ってます。なんか特別な一本、何にでも使える特別な一本が欲しいなっていう風に考えている人がいらっしゃいましたら、この天野釣り具の竿、ぜひ私はおすすめしますので、他の動画も含めて使い勝手を見ていただければと思います。ちなみに動画にあるように水深 95m でライトタックルだと上げるのにこれだけ時間がかかってしまいます。泳がすばっかやる人はアジが大きいとちょっとがっかりするんですよね。そしてですね、早く泳がせ用のサイズのアジを、小さいアジを釣りたいみたいな、今状況になってます。リールなんですけれども、ライトビシアジの方はシマノのプレイズ800を使ってます。ドラグは 10kg ですね。で PE は3号を 300m 巻いてます。でこの PE も8本寄りではなくて4本寄りを使用してます。4本寄りを使う理由なんですけれども、こういった細い糸のお祭りが多い可能性のある、釣りはですね、8本寄りより4本寄りの方が、対摩擦で強いんですよ。簡単に言うと同じ摩擦を与えたら8本寄りより4本寄りの方が寿命が倍です。それぐらい違うんですね。でお祭りをして、でこの糸をほどくときに爪でグリグリされるとですね、8本寄りだとすぐ糸が傷んで高切れすることがあるんですね。さらにですね、8本寄りより4本寄りの方が価格が安いんですね。ガイドのメーカーによってはですね、4本寄りの PE だと糸泣きすることがあるんですけれども、この天野の竿は富士ガイドなので巻き心地でガタ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 するようなことはないです。アジね、食っててきたんでね、手返しよくね、どんどんやり替えてってくださいね。アジもね、結構途中でね、食い止まっちゃいます。反応はね、急になくなっちゃったりとかもね、あったりとか、食いがね、止まったりしますから、食ってる時どんどんやり替えてね、やってみてください。
このようにですね、アジはですね、無限に釣れると思われがちなんですけれども、案外ですね、活性にムラがあることが多いので、取れる時に取った方がいいです。で、今回使ってるアジの仕掛けなんですけれども、2本針を使用しています。3本針でやってもいいんですけれども、私ですね、アジをたくさん取ってもですね、なかなかですね、処理できませんので、一応目標としては20匹を掲げてます。さて5匹ぐらい確保できましたので、そろそろ泳がせに行きたいと思います。これですね、動画を見返して思ったんですけど、泳がせをやるんだったらこの位置にロッドキーパーをつけてやるべきだったなと思います。立ち位置がですね、胴の眉になってしまうので、泳がせはですね、プラスアルファの行為なので、この位置でやるべきだなってちょっと反省しております。このようにですね、サバが釣れることがあります。ハリスが 1.5 号だったり、タックルが弱すぎた場合はですね、95メートルからゆっくり上げてくるわけじゃないですか。その間にですね、周りの人たちと結構お祭りしたりもするので、ビシアジ用の竿、ちょっと強めの竿を使った方がトラブルがなくていいのかなというふうに思います。自分のビシアジの仕掛けと泳がせの仕掛けがお祭りすることがありました。ビシアジは80号の重り、泳がせの方はですね150号の重りを使ってるんですけれども、それでもこうやって祭ってしまいます。左と右のですね電動リールの巻きを合わせるテクニックとかですね、そういうのを皆さんにお見せしてもしょうがないんですけれども、このようにですね、泳がせする側もですね結構リスクがありますので、上手にやってください。はい、皆さんお待ちかね、ここからはですね、大物がヒットするシーンが映っております。ぜひですね、このやりとりの緊張感をですね、味わっていただきたいなと思います。それでは行ってみましょう。最初ですね、この周辺にはサメが多いというふうに船長が情報として、教えてくれてまして、他の船でですね3人のアジの仕掛けの被害があったというふうに聞いてました。本日はですね当たりもなかったので、サメでも1回ぐらいいいかなと思って、泳がせをしつこく続けたんですね。で、仕掛けなんですけれども、最初ですねハリス4号のライトヒラメの仕掛けでやってたんですけれども、万が一ですね大きなサメがかかってしまったり、他の大きな何かがかかってしまった時にですね、他の人にお祭りをしないように考えたのと、強めのハリスでですね、しっかり、上げていきたいという考えがありまして、日本海のですねヒラメの仕掛けを使いました。なのでちょっとアンバランスなんですけど、ハリスはですねフローロの10号、親針シングルに後ろはちゃんとトリプルフックが孫針でついてます。この仕掛けがですね今回結果として、この魚をしっかりゲットする理由に至ったわけなんですけれども、それはですね魚が上がったらお見せしようと思います。
はい、アジの泳がせで86センチのブリが釣れました。イエーイ。狙い通りですわ。ブリです。ブリ。すげえ。いやー、どうなることやら。今日ブリ100です。すげえ。あれが何センチくらい。いやでもちょうど8ぐらいじゃないですか。いやいい動画撮れた。よかった。もう今日いいや。ありがとうございます。実はですね、これ重量を測った時に5キロの測りで振り切ったんですよね。もうこれブリだわ、6キロ以上あるわ、ブリって名乗っていいやって思ってですね、喜んで血抜きをしたんですよ。そしてお店に戻ってですね、正確な重量を測ってみたら 5.8 キロだったんですね。200グラム足りなかったんです。私ですね、大きいのを狙って小さいのを釣れる分には誇っていいという考え方でやってるんですけれども、今回もですねその考えは変わらないんですけれども、この80センチ以上6キロ以上じゃないとブリっていう風に名乗れないっていうこの名前の部分はですね、心の中でですねちょっと悔しかったですね。この後はですね、本日は晴れのはずなのにむちゃくちゃなゲリラ豪雨に襲われました。船長がですねうまく避けてくれてですね、被害はなかったです。そしてですね、大物を釣ることができて、アジも15匹ぐらい釣ることができたので、ここからはですねコマセだけつけてですね、針も天秤もつけずコマセだけを巻くというですね、ビシアジならではの責任を果たしたいと思います。はい、それではですね、お時間になりましたので、これでね、しまっていきます。道具を上げて片付けの方に入ってください。どうもありがとうございました。今回の動画いかがだったでしょうか。まさかですね、200g、200cc 分の血抜きでですね、ブリの名前に届かずなんてね、想像もしてない状態で今、こうやって帰ってるところではありますが、面白い動画だったと思っております。それではご視聴ありがとうございました。また次の釣りでお会いしましょう。